グラチャンネル。皆さんこんにちは。今回は、タイム5解説編です。体験版から本格実装され少し経ちましたね。現段階の攻略について解説していきます。実装当初の今の段階では謎の仮面タイマニンが登場しています。一体誰なのか、まるでわかりませんね。階層を上がるごとに敵の難易度とドロップアイテムの質が上がっていきます。タイムアタックと同じく、初回クリア報酬はないので階層を飛ばしてもいいです。アリーナなどと同じ、BP を消費するので、これまで余りがちだった BP 回復薬の利用価値が一気に上がりましたね。まず、このモード最初に気をつけたいポイントをご紹介します。3人とも生き残る階層を選ぶ。階層が上に行けばそれだけ、倒した時にもらえるポイントは増えます。しかし、仲間が倒れた場合はポイントを払って、回復薬を買わないといけません。ちなみに回復薬はセット売りされている回復薬の章を買いましょう。いくら生き返るとは言っても、多めのポイントから回復薬を引いたら結果的に、損している可能性の方が高いです。全員、生きて帰るんだぞ。回復技を持たないキャラを使わない。これは武器やサポートが今後どんどん追加されると思いますが、体力を引き継いでの連戦をするモードなので回復がなければきついです。徐々に減るのではなく1発が重たいので、与えたダメージ分の回復ではないと。具体的には常に体力が満タンでないと、即死するような恐ろしいモードです。なので周回する階層を間違えると、無駄に BP やポイントを消費する羽目になります。できれば4回ぐらいに1回以下の傷薬で周回できる階層を見つけたいですね。交換はほぼ昇級の決勝一択でいい。そうして貯めたポイントの交換先ですが、決勝一択でいいと断言します。一応は限定武器もありなのですが、迷っている段階の人は決勝でいいです。まずはパーティーを3人ともレベル81にしてステータスを上げましょう。レベル81以降でも決勝がとんでもなく必要になってくるので、1人だけを強化する前に3人を強化した方が結果的に強いです。一応、毎日必ず決勝のかけらを合計 2500P で10個交換ができるのですが、かけらは20個必要で合計すれば 5000P？ 限定販売の決勝なら 4000P と安いので、このかけらは買わずに 4000P 集めてから、決勝が売っていないかチェックしましょう。SR 武器も使おう。プレイキャラ以外の2人には、SR 武器の採用もありだと思います。実はキャラは限られますが常設武器には、スキルで与えたダメージを回復という、条件が緩すぎる夢のような武器があります。ただ、少し火力が低く、セットできるマガタマの枠も少ないです。どうしても味方が落ちてしまう場合に採用も考えてみてください。迷ったら紫と雪風がおすすめ。コンピューターに関しては前回の動画で考察をしていますが、迷っているならば紫と雪風一択を仲間に設定でいいと思います。紫は回復技を複数所持していて、さらに回避技も最強クラスです。雪風は紫ほどではないですが、かなり生き残ってくれます。良い意味で通常攻撃が棒立ちなので、後ろからの支援に徹してくれます。回復技が当てにくいライオンだけのはずが、なぜか想像以上の生命力で残ってくれます。さらに2人とも初期組なので衣装や武器も豊富なのがまた強い点ですね。初心者が育てやすいのも評価点でしょうか。それでは次は実戦編です。仲間には防御のマガタマをガン積みです。
紫は回復能力スキルがトップクラスなので、武器は火力にも触れます。前途の通り、SR 武器のスキルが優秀です。雪風はスキル範囲が非常に広いのでこのスキルと相性がいいです。それでは、行ってみましょう。みんな、行きますよ。仕方ないわね。ここは私が相手をしてあげる。私は最初に敵は危ない行動をしないので、雑に無敵サポーターを使用しています。マガタマはプレイヤーだけ攻撃タイプをガン積み。仮面のタイマニンはランダムに動き回るので、通常攻撃がある程度は前進するキャラが望ましいです。なので通常攻撃が狭かったり、前進しないキャラも不向きかもしれません。この程度？体力を一度全部削るとマントを脱いで本気になって仕切り直します。この時に自分のスキルが全回復することをお忘れなく。ここから敵の行動が変化し、チェーン技を打ってくるようになります。ピンク色のオーラで力を貯めて、分身を残して画面端に瞬間移動。この時に無敵サポーターを使用すると止まった敵を袋叩きにできます。気のせいか、この回転中はダメージがいつもより多い気がしています。無敵サポがあれば参考に。油断したわ。作戦成功。帰りましょうか。いかがだったでしょう。使用するプレイヤーキャラについては、長くなるので今回は紹介しませんが、自分なりの編成をまた考えてみてください。ただし、回復技がない、回復が使いにくいキャラが使えないモードなので、今後に追加される武器やサポートに期待するしかない状態ですね。まさか今までは無駄スキルだった回復技がここに来て必須技になるとは。今まで雑魚周回がメインのゲームだったので、技の評価が一変しましたね。今後も追加されるモードが楽しみです。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録高評価よろしくね。